あなたのご主人は中卒だって聞いたんだけど、主人の会社は大卒の人がほとんどのはずよ。そんな中に中卒の人が混じっていたなんて、やってらんないわ。息子が通う中学校の PTA での集まりで、私は思わぬ言葉を投げかけられた。主人が勤める会社の人事部長を旦那に持つその奥さんは、噂にたがわぬ失礼な人物だった。夫の権力を傘にわがまま放題、やりたい放題をして社員の奥さんたちを困らせる。田舎から引っ越してきた私と中卒の主人は格好の餌食となってしまう。風紀が乱れるからやめてほしいんだけど、この PTA も会社も主人に言ってあなたのご主人を辞めさせてもらうわ。ついには実力行使で私たちを追い出しにかかった彼女と彼女の旦那だったが、何か勘違いしてますよね。残念ですが、あなたたち今日で終わりです。主人が告げた言葉によって彼女たち夫婦は揃って顔面蒼白になり、ガタガタと震え出したのだった。私の名前は松本雅子。俗に言う専業主婦として働いている。入社した先で人一倍一生懸命働いている和夫に惹かれて付き合うようになり、結婚と同時に私は会社を退職した。昔から結婚したら仕事を辞めて家事に打ち込みたいと思っていたし、和夫も私には仕事から帰ってきた時に家でお帰りと言ってほしいと思っていたようだ。お帰りなさい。ただいま。いや、言ってた時間より遅くなってしまってごめん。トラブル対応に追われたんだ。あら、大変だったのね。無事解決したの？ああ、優秀な社員たちに恵まれたおかげで解決できた。ほんと、みんなには助けられてばかりだよ。この会話から気づいた人もいるかもしれないが、和夫は今、社長という立場で働いている。両親が会社を経営していたこともあり、中卒で親の会社を継ぐ決断をした和夫だったが、入社後しばらくして、現在いる会社の子会社として吸収されてしまった。最初は自分の力不足のせいだと嘆いたそうだが、それから気持ちを持ち直したらしく、仕事にとことん打ち込んだ。すると、もともとの真面目な性格と懸命な努力で実現した確かな技術力で、みるみると信頼を勝ち得て、今の社長という地位にまで上り詰めたのだ。和夫は自分の努力の結果だと威張ることなく、いつも従業員のみんなのおかげだというのが口癖になっている。私はもっと自分に自信を持ってくれたらいいのに、と思うが、その心構えだからこそ、従業員の人たちに慕われているんだろうな、と思うし、仕事に打ち込む彼の姿はとてもかっこいいと思った。そうだ、報告したいことがあるんだ。ある日、会社から帰ってきた和夫が嬉しそうに私に向かって飛んできた。和夫がこんなに嬉しそうにしているのは、私たちが付き合った日と結婚した日ぐらいしか見たことがない。何？どうしたのよ。実は、本社勤務することになったんだ。これにはとても驚いた。今は子会社の社長として頑張っているが、いつかは本社に配属されて、そこでも出世して、もっと規模の大きい仕事を任されるようになりたいんだ、と語っていたのだ。願望を実現させた和夫は、とても輝いていた。夢が叶ったんだね。すごい。本当におめでとう。ありがとう。ただ、本社になると、引っ越さないといけないんだ。大変な時期なのに。和夫は、古びたランドセルを見つめていた。私たちには来年の春、中学校に入学する
息子がいる。私が専業主婦になりたいと思った理由の一つに、子育てをするときは片時も子供のそばを離れたくないと思っていたのが挙げられるくらい大切な息子だ。途中で環境が変わるよりは節目で変わった方がいいと思うから気にしなくて大丈夫だよ。それに我が子はどこに行っても自慢の息子だから。そうだな。そうだ。我が子は自慢の息子だ。和夫は私の言葉で不安だったことが払拭されたらしく、転勤先の近くで週末出かけられるところはないかとかを検索しだした。大丈夫とは言いつつも、やはり息子が新しい環境に飛び込んでいくのはとても緊張したし、私としても環境がガラッと変わるのは久しぶりだったこともあり、緊張していた。息子はとても心優しい子で、怒ったところはこれまで一度も見ていない。だからこそ、これまでの場所からガラッと変わったことによって何か変わってしまうのではないかという不安もあった。そしていざ始まった新天地での新生活。息子は数日もしないうちに友人を作ったらしく、毎日楽しそうに通学している。我が子ながらにすごいなと感心してしまった。一方私はというと、少しでも環境になれたいと考え、PTA の役員に立候補した。和夫の話では、その中学には夫と同じ会社に勤めている家族の子供たちが多く通っていて、PTA にも社員の奥さんたちが多く在籍しているとのことだった。近所で偶然顔を合わせて仲良くなっていくより、そういう人が多い場所に自分から飛び込んだ方が手っ取り早いし、煩わしくないと思ったのだ。PTA と聞くと、もっとドロドロしていて、仕事も押し付けられてとかを想像していたが、周りの人たちもとても優しくて、私にとっては居心地が良かった。なんだろう、まさこさんと一緒にいると、すごく落ち着くんだよね。わかる、いてくれるだけで、なんか安心するし、家での揉め事とかも、まあいっかって思えるの。私、そんな、マイナスイオンとか出してないよ。こんな小ボケにも笑ってくれるし、後からその奥さんに詳しく聞いたら、どうやら私の気取らない素朴な感じというか、素直な感じがそうさせているのかもしれないと言っていた。これまで地方でのんびり過ごしてきていたことが、私にとっては不安要素だったが、知らぬ間に武器になっていたらしい。これから息子たち同士、そして親同士で仲のいい絵に描いたような平和な暮らしが待っているのかな、と浮ついた気持ちでいると、ある奥さんが近づいてきた。まさこさんはまだ会ったことないかもしれないけど、本田真紀さんって奥さんには注意した方がいいよ。その声を聞きつけてか、他の奥さんたちも助言してくる。そうそう、部会は違うから会う機会は多くないんだけど、あの人の旦那さん、うちらの会社の人事部長らしくて、いっつも高飛車なわけ。私、花田のところの旦那さんは最近営業成績が落ち込んでるらしいけど、家でどんな生活してるのってみんなの前で言われたもん。私に逆らったら、あなたたちの旦那さんの立場が危ないかもね、とか、鼻で笑いながら言われたとき、めっちゃイラッとしたわ。聞いてる限りでは、とんでもない勘違い人間だし、周りからも疎まれていることに気づけていない人なんだろうな、という印象を受けた。そうなんですか。気をつけます。私は、当たり障りないことだけを言って、とりあえずその場をしのいだのだった。後日、PTA の全体会合が開かれた。予定の関係で全体会合に参加するのは今回が初めてだった私は、奥さんたちの助言のもと、
まずは自己紹介をすることに専念した。いい大人になって、こんなにも自己紹介に力を入れないといけない日が来るとは思っていなかったから、またしても緊張してしまう。全体会合には初めて参加いたします。中学入学と同時にこちらに越してきました。松本雅子と申します。よろしくお願いいたします。多くの奥さんたちが拍手してくれる中で、事前に教えてもらっていた座席の方を見ると、全く拍手していない人が一人だけいた。噂の本田真紀さんだと、会が始まる前に仲のいい奥さんが耳打ちしてくれていた。あなたのご主人は中卒だって聞いたんだけど。はい？開口早々に何を言い出すんだこの人は、と思ったが、真紀さんは嘲笑いながらも続々と言葉を発する。主人の会社は大卒の人がほとんどのはずよ。そんな中に中卒の人が混じっていたなんて。しかも引っ越してきて学校まで一緒？やってらんないわ。周りの奥さんたちもとても気まずそうな表情を浮かべているが、誰も反論しようとはしない。この PTA に中卒の一家がいるなんて信じられないし、風紀が乱れるからやめてほしいんだけど。私は正直なんでこの人に大勢の前でこんなことを言われる筋合いがあるのか全く理解できなかった。辞めるというのはどういう？この PTA も会社もよ。主人に言ってあなたのご主人を辞めさせてもらうわ。はい？何を言って。はあ、会議内容に入る前に中卒一家のせいで雰囲気も台無しだし、気力もそがれました。今日はこれにてお開きにします。では。マキさんは人前で言いたいことを言うだけ言って立ち去ってしまった。私は思わず放心状態になってしまう。気まずそうにしていた奥さんたちは気にしなくていいよとか、私も言われたことあるからと気遣いの言葉をかけてくれていたが、正直頭をすり抜けていくばかりだった。それから数日後、家事をしていると電話がかかってきていて、出てみるとマキさんだった。この週末、夫と一緒にあなたの家に行きますので、辞めてもらうための話を本格的にしないと、あなたたちははぐらかすでしょ？いや、そもそも辞めるって私は一言も。で、電話切れてるし。マキさんは自分の言いたいことだけを言って電話を切ったらしい。マキさんは本気で夫を辞めさせようと考えているらしい。どうしてここまで躍起になるのかわからない。おそらく理由なんてないのだろう。単に気に入らないから、中卒をバカにして自分と夫の力を誇示したいからこんなことをしているのだ。どうしたものか。私は少し悩んでから全体会合の時に何かあったらここで情報交換しようと奥さんたちで作ったグループチャットに書き込みをした。するといつも味方になってくれる奥さんたちだけでなく、まだ会ったことのない同じ会社の奥さんたちも怒り心頭になって私を擁護してくれた。どうにかしてあの人たちを黙らせる方法はないかしら。もうこれ以上言われたい放題なのは我慢ならないわ。役に立つかわからないけど、力になれることは何でもしたい。それからも続々とメッセージが届いて、私はなんだか涙が出てきてしまった。新しい土地に引っ越してきて、とんでもない人に出会ってしまったけど、その分だけ心強い仲間にも出会えた。私は仕事から帰ってきた和夫にも今日会ったことを話す。うちの人事部長、偏見の塊っていうのは知ってたけどさ、まさか奥さんの間でもそんなひどいこと言われてたなんて気づけなくてごめん。他の奥さんたちも味方してくれてるし大丈夫。それよりどうしよう。
今週末、家に来るって。こっちの予定とか、お構いなしなんだな。よくわかったよ。大丈夫。なんとかなる気がするし、よければ予定空いてる奥さんたちも呼んじゃっていいと思うよ。私は、和夫の提案に心底驚いた。でもまた、ボロカス言われるかもしれないよ。まあ、そうかもしれないけど、他の奥さんたちも、もしかしたら聞いておいた方がいい内容かもしれないから。和夫が少し微笑んだ姿を見て、私は何かがあるのかもしれないと察して、奥さんたちのグループチャットに今週末の件を追記した。そしてやってきた日曜日。マキさんたちが来ると言っていた30分前に時間を伝えておいたこともあり、予定の空いていた奥さんたちが我が家にやってきてくれた。中には予定の都合をつけて駆けつけてくれた奥さんもいて、そこまでしてくれるのかと私は嬉しくなった。時間になってマキさんと旦那の人事部長がやってくる。マキさんは他の奥さんたちの姿を見ると明らかに嫌そうな顔をして、奥さんたちもそう感じ取ったらしく、しばらくお互いの睨み合いが続いた。一緒に話を聞きたいので同席させてもらいます。一人の奥さんが先陣を切ってくれると、マキさんはその発言を鼻で笑った。あなたたちがいたところで何にも変わらないわよ。まあ聞いとけばいいわ。明日は我が身かもしれないんだからね。本田夫婦は全体会合の時に言ってきたことと同様の内容で、私たち家族を会社からもこの土地からも追いやろうと責め立ててきた。君はそこそこ仕事ができていたから中卒だと知ってショックだよ。どうして本社に来てしまったんだ。元いた場所だったらちやほやされただろうに。しかも田舎出身でここに来たわけでしょ。早く田舎に戻ってのんびり暮らしていけばいいじゃないの。私たちと一緒の生活なんて望まない方がいいわよ。私も和夫も奥さんたちもまずはとにかく聞き役に徹した。和夫のアイディアだった。言わせるだけ言わせた方がいいと思ってる。だから、どれだけイラッときても言い返さないで聞き切りましょう。私も和夫の計画を成功させるにはそれが得策だと思ったし、奥さんたちも計画を聞くとすぐに同意してくれた。あなたたち、さっきから何も言わないじゃない？やっぱり自覚があったんでしょ？私たちが優しく教えてあげているうちに、とっとと田舎に戻りなさい。気分良さげに言いたいことを言い続けていたマキさんが、嘲笑を浮かべて言う。その時、和夫が私に目配せをしてきた。行ってこいという意味だと私は認識して口を開く。あなた方のおっしゃりたいことはよく理解できました。ただ、残念ながらあなたたちの要望は聞き入れられません。何？その態度。聞き入れられないって意味がわからないわ。聞き入れるんじゃなくて、実行しなさいって言ってるの。実行しません。だいたい、あなたたちは何もわかってないんですね。は？私たちはよーくわかってるわ。中卒の底辺は、夫の会社に必要ないってね。その言葉に、私はわざとらしくため息をついてみせた。残念ながら、夫は会社に必要とされています。そう思いたいのだろうが、人事部長の俺が必要ないと判断したんだ。これは会社の考えだ。残念ながら違います。夫は来月から取締役に昇格します。だから、本社から離れられるわけないじゃないですか。知らないのは、あなたたちだけです。そんなことあるわけがない。俺は人事部長だぞ。人事のことで知らないことなんてないんだ。君の昇格の話なんて一つも出ていない。それはそうだと思います。部長には知らせないようにって伝えてありましたから。和夫の発言に、マキさんの旦那はさらに怒りが湧いたような表情を見せていた。そもそも、
私が本社に異動になったのは、本社の内部改革を頼まれたからです。子会社時代の実績で選ばれたみたいですが、その調査をしていると、あなたのずさんな言動がやたらと目につきましてね。ずさんって、言葉を慎みなさい。マキさんの反論に、カズオは素早く反論する。そういうところです。人を見下したような言動ばかり。人事部長がそんな言動だったら、社員のモチベーションは下がるばかりです。だから私は、あなたの処分を提案しました。それから、これが来月から正式に取締役になる証拠です。と、カズオは任命書を二人の前に差し出した。そこには、現社長の任務をされているし、マキさんの旦那は部長に任命された時に一度見ているはずだから、それが本物だと分かったのだろう。顔面がどんどんと青白くなっていった。そんな、夫がそんな処分されるなんてありえない。あり得るんです。というか、なぜこれまで処分されてこなかったのかと疑うほど、あなたの旦那さんは悪行を繰り返しています。カズオはそう言うと、マキさんの旦那が個人的に気に入らないと思った社員に自分の仕事のミスをかぶせて、本社から左遷させたり、圧迫面接を行っていたり、反論してくる社員を徹底的に追い詰めたりしていた過去をすべて暴露した。話が進めば進むほど、マキさんの旦那からは血の気が引いていき、奥さんたちがマキさんに向ける目線もどんどん冷ややかなものになっていく。何よ、その腫れ物に触るみたいな目つきは。どのみち、あなたが適当に調査したかなんかなんでしょ？それで処分が正式に決まるなんて、あってはならないことよ。証拠？では、これを提出します。カズオは、服の胸ポケットに入れていたボイスレコーダーを取り出して、録音ボタンを止めた。あなた方が日頃からどのような言動をとってきていたのか、あなた方がこの家に入った瞬間から今に至るまでの会話をすべて録音しています。これを本社に提出すれば信憑性も上がるでしょう。録音？そんな卑怯なことして許されると思ってるの？録音はこれだけじゃないです。この前の全体会合の時の録音もあります。私がそう言うと、奥さんの一人がスマホで当時の音声を再生し始めた。できることは何でも力になりたいと言ってくれていた奥さんが、自分が言われた時に証拠がなくて信じてもらえず、悔しい思いをしたからと、全体会合の時に私が責められているところを録音してくれていたのだ。これらのデータは貴重な証拠です。後日、正式な処分が下されると思いますので。カズオと私、そして奥さんたちの視線を感じて、いたたまれなくなったのか、本田夫婦は逃げ帰るように我が家を去っていった。一同胸をなで下ろして祝福ムードに包まれる。助けてくれて本当にありがとうございました。役に立ててよかった。これで結果としてみんな平和になるんだから最高ね。うんうんと言いながら、みんなのとても嬉しそうな表情を見ると、これまでどれだけマキさんに追い詰められてきていたのかを実感させられる。奥さんたちも我が家を後にして二人になると、一気に疲労がやってきた。ああ、やっと終わった。今日はありがとう。本来は会社で言う予定だったから緊張しちゃってさ。隣にいてくれて心強かった。カズオはどんな時でも周りへの感謝を忘れない人だなと思うと、改めてこの人と一緒にいられてよかったと思った。その後、マキさんの旦那には正式に処分が下されて、役職を解かれただけではなく、地方の営業所に異動となったようだ。しかも、直属の上司が年下という環境に異動になったようで、元からの見下す性格では、その現実を
受け入れがたかったらしく、退職したそうだと和夫から聞いた。マキさんは異動になった夫に心底呆れてしまい、早々に家を出て実家に戻ったという。私たちを町から追い出そうとしていた人たちが、どちらもこの町からいなくなっていった。和夫は取締役に就任してから今まで以上に忙しい日々を送っているが、家に帰ってきて話を聞いていると、とても充実しているように思う。私も家事はもちろんのこと、マキさんがいなくなった後任として PTA の役員を務めることになったから、毎日忙しく過ごしている。役員は大変だけど、嫌味を言われることもないし、周りの奥さんたちも協力的だから、すごく助かっている。もうすぐ運動会の季節です。PTA では熱中症対策に力を入れていきたいと思っているので、当日ご協力よろしくお願いいたします。では早速、本日の議題に取り掛かりましょう。うまくできるかはわからないけど、周りに助けられている環境だからこそ挑戦できるものがある。私は悲しい思いをするのは私で最後にするんだという覚悟のもと、PTA の会議を始めるのだった。